世界一面白いアクション RPG を作る、これを人生のメインクエストに掲げてます。はいたかです。さあ今回もですね、現在公開中の体験版に寄せられたフィードバックの中から実際に改善実装できそうなポイントね、いくつか紹介していこうと思うんですが、それとは別にですね、体験版からの改善ではなくて、そのゲームを完成させるための作業ですねとして今やってるのは、一応最終ステージの敵配置とかボスバトル関連ですね、この辺を詰める作業っていうのを回してます。これさえ完了すればね、一応コンテンツ、ゲーム内に登場するコンテンツとして必要最低限ね、全てのものが出揃うという感じになりますので、あとはねひたすら講談社さんにテストプレイしてもらって、そこからね敵の強さとか調整したりとかバグ修正入れていったりとかっていうサイクルをひたすら回していって、完成を迎えるというような予定になっております。それと並行してですね、今日もご紹介させてもらうような体験版で皆さんからいただいてたフィードバックの中からね、実際に改善できそうなものを適用していくといった作業も今後もね合わせて行っていきます。製品版のリリース時にね、体験版もアップデートをかけさせてもらうので、前回とかね今回紹介させてもらってる改善内容に関しては実際にね皆さんで無料で手に取って確かめていただけるようになるかなと思います。では早速今回の改善内容ですね、見ていきましょうか。今回は画面酔い対策っていうところにね着目して、いくつかまとめて実装を加えてます。まず一つ目がモーションブラーを無効化する設定の追加ですね。今背景で流してる映像もブラーオフで遊んでる内容になります。そして続いてがカメラの距離ですね。3つのタイプ、近中遠から選べるんですが、こちらも一番遠い設定で遊んでます。ここは人によってね好み分かれると思うんですが、おそらくね画面酔いしにくいのは遠くに置くタイプかなと思います。そして続いてがカメラのラグですね。カメラを左右に回転させる時なんかにデフォルトの設定だとね、ちょっとラグが入ってから回転するような、こう緩やかにぬめっとね回転するような感じになってるんですが、そのラグをどれくらいかけるか、もしくはゼロにするかっていうところも3段階から選べるようになっております。つまりこうカメラを動かす時にキビキビとね回転してくれるような設定というもので、ちょっと今回背景動画撮影しています。これも人によってはラグある方が酔いにくいとかあるかもしれないんで、ちょっとその辺は各々のカスタマイズでねいいところを選んでみてください。おすすめとしてはブラーオフのカメラ透明でラグもゼロにするっていうのがおそらく一番画面酔いしやすい人にとっては最適な設定になってくるかなと思います。これと合わせてですね、先週の動画でご紹介させてもらった、そもそもキャラクターがねフリーランで動けるようになったっていうところもかなり大きいですかね。探索する時なんかに現状の体験版だとね片越しカメラは固定なので、カメラをねぐるぐる回すとでキャラクターもぐるぐる回るっていう、場面が非常に多くてですね、画面酔いするタイプの人にはちょっときつい内容になってしまっていたかなというところなんですが、これがねフリーカメラ方式になってますので、必要最低限の回転で済むというのと、あと回転させた時もそのブラー効果オフだったりとかカメラ距離、それからカメラのラグなんかを好みにカスタマイズしていただくことで、かなりね快適に遊んでいただけるようになったんじゃないかなと思います。あと合わせてグラフィック設定関連ですね。一部の設定、例えばグローバルイルミネーションとかをねめちゃくちゃ下げたりすると、もう画面が白飛びしてしまってね、こう大幅に画面の質が落ちてしまうというか、もう敵の攻撃エフェクトとかも見づらくなってしまうといったような、この設定関連に起因する、見た目の問題っていうのもね結構たくさんあったんですけれども、その辺も合わせてね対応を行っております。でそんな皆さんがねグラフィック設定を下げたくなる原因となっていた FPS の問題ですね。もちろん遊ぶ PC にもよるんですが、ちょっとね負荷が高めといいますか、最適化があまりできていなかった問題っていうところにもちょっとね今回メスを入れておりまして、現状やっぱ一番重いところが敵キャラクターの数が結構多いっていうところがありまして、これは画面に映っているキャラだけではなくて、ステージの各所にいるね、雑魚の敵キャラたちとか待機状態でねスタンバってるだけでも結構その処理負荷をね食ってしまうっていうところがあるので、そこをねちょっと削っていくことができないだろうかということで今ね検討中になります。おそらくねうまくいけばかなり改善はされるかなと思います。この辺の要素も全てね体験版で実際に手に取っていただいて確かめてもらえるところまで持っていきますので、続報をお待ちください。では今回この辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。